ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 RB 角田裕樹チームメイトのリカルドに厳しい評価。ローソンはイライラして待っているの話題です。ビザキャッシュアップ RB のチーム代表であるローラン・メキースはダニエル・リカルドを称賛しています。非常に高い技術レベルで仕事をし、速さに加えてチームにとって大きな付加価値になっているとメキースはリカルドをベタ褒めです。ですが元 F1 チーム代表であるエディ・ジョーダンはダニエル・リカルドのサーキットでのパフォーマンスには投資したいと思わせるようなものは何もないと語っています。パフォーマンスがすぐに変わらない限りリカルドは交代させられる可能性があり、リカルドでさえチームの決断を理解するだろうとジョーダンは考えています。確かに開幕2戦でリカルドは予選や決勝レースともにパフォーマンスは優れず、角田裕樹選手より速いという印象は全くありません。このような開幕2戦の状況を見つめているリザーブドライバーのリアム・ローソンはイライラして自分の出番を待っていると話しています。昨シーズンレッドブルのジュニアチームであるアルファタウリから F1 に復帰したリカルドは手の骨折によってカムバック後に十分な活躍をしていたとは言い難いですが、2024年のシートも引き続きリカルドがレギュラードライバーとしてシートを確保しました。モータースポーツ .com イタリア語版でビザキャッシュアップ RB のチーム代表であるローラン・メキースはダニエル・リカルドを称賛しています。非常に高い技術レベルで仕事をするドライバーを再発見したし、彼の速さに加えてチームにとって大きな付加価値になっている。とてもハッピーで笑顔のダニエルを見ることができて嬉しいよ。一方角田選手については、彼は F1 に加入して以来毎シーズン常に重要な成熟のステップを踏んできており、もし新たな成長が確認されれば彼はとてもエキサイティングなレベルに達するだろうとメキースは話しています。リアム・ローソンについては次のようにコメントしていて、イモラのテスト後にローソンの将来を考えることになるということです。リアムは昨年いいサプライズだった。彼にはマシンに乗るチャンスを全て与えなければならない。彼はイモラでテストを行い、シーズン中はリザーブドライバーを務める。そして将来についてはそれから考えることになる。今年はレッドブルのセルジオ・ペレスのシートが2024年末で開く可能性があるため、ペレスのシートを狙うドライバーはグランプリで結果を出すために努力しているものの、リカルドはまだ何の成果も手にしていない状況です。バーレーングランプリとサウジアラビアグランプリの予選ではチームメイトの角田選手に完敗して、サウジアラビアグランプリではレッドブルのペレスの目の前でスピンをしてしまいました。フォーミュラ4サクセスのポッドキャストでジョーダンはリカルドのパフォーマンスに納得していないと語っています。 F1 でこれほど愛されるパーソナリティはいないと思う。でもだからといってチームのドライバーになる権利はない。ただマクラーレン時代の終わりは本当に際立ったものだったし、彼がどこでそれを失ったのか私には分からなかった。あれ以来苦労して稼いだスポンサー資金を投じてまでダニエルを引き止めたいと確信させるものは何もない。彼は誰よりも結果を必要としている。そうでなければ彼は交代させられてしまう。つまり彼は車をスピンさせてはいけないし、ピットストップで順番を狂わせてはいけないんだ。ストップウォッチは決して嘘をつかない。ジョーダンは F1 チームを経営してきた立場からリカルドに予算を投資する価値がないと評価しているようです。だとすると現在リカルドが所属している RB チームはリカルドが改善を希望している2024年型マシン V カーブ01のいくつかの欠点をどれだけ受け入れて改良してくるのか疑問が出てきてしまいます。リカルドはサウジアラビアグランプリの後に次のように語っています。正直なところ
週末を通していくつか発見があったんだ。厳しい戦いになるのは目に見えていた。100% で全てが機能しているわけではない。車にはいくつかの欠点がある。オーストラリアグランプリでリカルドは欠点を修正したマシンで万が一パフォーマンスが角田選手より良くなかったらリザーブドライバーのローソンと交代する時期が検討されるかもしれませんね。レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコはスピードウィークの自身のコラムにこう語っています。レーシングブルズについて一言。今シーズンはユウキとダニエルの2人にとって多くのことがかかっている。ユウキの予選パフォーマンスはとても良かったし、リカルドもすぐに何かを見つけなければならない。ローソンは自分の出番がいつ来るのかイライラしながら待っている状態だそうです。ローソン自身はレッドブルが2025年シーズンのレースシートを与えてくれるかどうかを見極めたいと考えています。昨年のシーズン後半、アルファタウリは負傷したリカルドの代役としてローソンを起用しました。レッドブルのジュニアドライバーであるローソンはザントフォールトでのフリー走行中にクラッシュして手を骨折したリカルドの代役としてオランダグランプリに招集されました。先日のサウジアラビアグランプリでフェラーリで急遽カルロス・サインツの代わりに出場したオリバー・ベアマンのように、ローソンは適切な準備もなく理想的とは言えない状況で F1 デビューを果たしました。ローソンはレッドブルにフルタイムのレースシートをもらえるほどの印象は残せないまま、2024年の RB チームは角田選手とリカルドのドライバーラインナップになりました。ローソンは今年もレッドブルと RB チームのリザーブドライバーです。ヘルムート・マルコはニューストーク ZB の取材に対し、ローソンはただ我慢していればいい、いずれその時が来ると語っています。ローソンはオーストラリアのスピードカフェに次のように語っています。正直なところ、僕の将来について決まったスケジュールはない。基本的に僕にとっては準備万端でいることが大事で、うまくいけば何かチャンスがやってくるかもしれない。ローソンは昨年5レースに出走したためフリー走行に参加できません。 RB20 にも V カーブ01にも乗れないということです。でもローソンはまだルーキーの気分だと話しています。基本的にはシミュレーターワークが中心で、あとはチームのリザーブとして全てのレースに参加することになる。短期間でも昨年グランプリに出場したことはローソンの自信につながっているようです。もちろんそれは自分に自信を与えてくれる。とにかくこのレベルのドライバーなら誰でも F1 にいるために十分な自信を持っている。それを持っていなければならないんだ。だけど僕はいつも F1 でドライブすることを想像しているから、それとは違うんだ。今はそれがどんなものかを知っている。違った視点から見ることができるんだ。僕はそれをほんの少し味わうことができた。短い期間ながら昨年グランプリに出場したことから開幕の2戦を見てイライラしているとローソンは語っています。間違いなくフラストレーションがたまるよ。 RB チームは開幕前の評判では上位5チームの次くらいの期待を寄せられていましたが、開幕して2戦の結果、角田選手の予選は好調なもののレースペースが良くなく難しいシーズンを迎えています。開幕戦のバーレーングランプリではレース終盤に出されたチームオーダーに角田選手は怒り、不本意な注目を浴びてしまいました。リカルドはそのチームオーダーによって角田選手の前に出ましたが、ハースのマグヌッセンを攻めることもなく、サウジアラビアではほとんど存在感のないレースでした。リカルドはサウジアラビアグランプリでは後方で奮闘しましたが、終盤に単独スピンをしてしまいました。マルコはリカルドに奮起を促していますが、リカルドが変われるかどうか怪しい印象です。アルファタウリのレギュラードライバーになったきっかけは、昨年のシルバーストーンでのピレリテストでレッドブルのクリスチャン・ホーナーがリカルドのラップタイムが
イギリスグランプリのフロントローでマックス・フェルスタッペンと並んでいたはずだと突然絶賛したことでした。本当に実力が戻っていたのか、今のところホーナーの判断は外れでしたとしか言いようがない状態です。さすがにジョーダンが言うようにリカルド自身が遅いという自覚はしていると思いますが、 RB チームの首脳陣がマーケティング優先でリカルドの実力に目をつぶるようであれば、今シーズンテールエンダー争いになってしまい、ペレスのシートどころの話でなくなってしまうかもしれません。 RB 角田裕樹チームメイトのリカルドに厳しい評価、ローソンはイライラして待っているの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。